皆さんはじめまして、私は、タボ、と申します。これから米国株投資を始めていく、ごく普通のサラリーマンです。経済、金融、会計に関する知識は持ち合わせていませんが、投資をするなら色々勉強しないとなぁと思い動画を作ってみました。では、早速私の保有銘柄を公開。これは今年の9月から10月初にかけて購入したものです。評価額たったの1万円ですが、購入してみないと実感が湧かなくてなかなか本腰を入れられないので、とりあえず買ってみました。よく調べずに買うとか、愚の骨頂ですが、完全な余裕資金で購入しているので万が一なくなってしまっても勉強代と考えれば割り切れます。この保有銘柄と評価額がどのように変動していくのかを動画にして皆さんにお届けしたいと思っています。早速今回は、購入した銘柄のうち、インジェビティという会社について、色々調べていきます。私は知識がない上に英語も扱うことができないので、色々情報収集したものの、間違っている部分があると思います。その時は指摘していただけると助かります。まずは企業概要。再生可能資源によるソリューションの開発とのこと。investing.com では、製品の設計、製造、販売を言っていると記載されています。マーケットは、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南米を相手にしているとのこと。インジェビティの主なセグメントはパフォーマンスマテリアルズセグメントとパフォーマンスケミカルズセグメントがあります。パフォーマンスマテリアルズセグメントでは、色々ある中でも、自動車などのガソリン蒸気排出制御システムで使用する活性炭製品の設計、製造、販売がメイン。パフォーマンスケミカルズセグメントでは、組成トール油とリグミンに由来する製品等を製造しています。次が注目なのですが、当期純利益がマイナス 5.400 万 US ドルとなっています。つまり赤字ということになります。これはどういうことなのか、次で見ていきます。2021年派純利益 118.800 万 US ドル。2022年派 211.600 万 US ドルと、順調に成長しています。しかし、2023年派一気に、純利益マイナス 5.400 万 US ドルに転落。2024年の純利益予想は、マイナス 329.100 万 US ドルまで、赤字が増える見込み、となっています。しかし、売上高を見ると、2021年から2023年にかけては増加しているため、単純に製品が売れなくなったということではなさそうです。こちらは、2023年11月に公開された、第3クォーターの資料になります。一番上に、記載されている事項が原因のようです。パフォーマンスケミカルズセグメントにおける、組成トール油、CTO のコストが上昇したこと。かつ、需要が減少したことにより、EBITDA が 62% も減少してしまったとのこと。ちなみに、EBITDA とは、利息や税金、減価償却費などの影響を排除した利益の金額を表し、企業の収益力を客観的に評価、比較するために使用される指標だそうです。次に、こちらは、2024年8月に公開された、第2クォーターの資料になります。ここに、パフォーマンスケミカルズセグメントにおける、リポジションの施策が、記載されています。一つ目は、CTO の長期契約を終了。二つ目は、製造拠点の統合。三つ目は、サポート部門でのコスト削減、と、コストを削減し、利益を確保するための施策が、具体的に示されています。次に、こちらは、2024年8月、第2クォーターにおける、パフォーマンスマテリアルズセグメントの EBITDA です。ネットセールス、つまり売上高は、2023年、第2クォーターよりも、8.7% 上昇、伴って、セグメントの EBITDA も上昇しています。このセグメントでは、販売価格の上昇と、販売ボリュームも増加し、好調なようです。
続いて、こちらは、2024年8月、第2クォーターにおける、パフォーマンスケミカルズセグメントの EBITDA です。売上高は、34.7% の減少、セグメント EBITDA においては、79.3% も減少しています。利益の8割カットは、かなりのインパクトですね。主な原因は、前述してあった通り、CTO のコスト上昇、また市場の需要減少もあったようです。ダブルパンチ、だったということですね。続いて、こちらは、2024年8月、第2クォーターにおける、貸借対照表です。アセッツ、が資産、ライビリティーズ、が負債、エクイティ、が資本です。自分の勉強用で進みません。ここでは、自己資本比率を見ていきます。2023年は 24% で、2024年は 12.5% まで減少。自己資本比率が低くなった。ということは、会社としてはピンチ、ということになりますでしょう。これまでは、過去の業績を比較しながら、インジェビティの現状を確認してきましたが、これからの見通しについても、確認したいと思います。2024年10月3日に、CEO 退任のニュースが発表されました。このニュースが発表されると、株価は寄り付きから 15% 下落。しかし、2日間で、ほぼリカバリしました。今後の業績見通しが厳しいことには、変わりありませんし、逆に捉えると、悪材料で尽くし、でこれ以上はないとも、言えるでしょうか。改めて、財務状況から、今後の業績予想を確認します。売上高は、2025年においてもほぼ横ばいの想定。対して、利益は2025年に、黒字化を想定しています。売上高が、変わらず、黒字化予想ということは、だいぶコストカットをするということですね。それも、139.800万 US ドル、もですよ。CTO の長期契約の終了、と、工場の統合、サポート部門のコスト削減が、施策として挙げられていました。今度発表される、第3クォーターの資料では、どのように変化しているか、要チェックですね。また、世界の名だたる自動車メーカー企業が、自動車の完全 EV 化戦略の見直し、ないし、撤回を表明しています。これは、インジェビティの、ガソリン蒸気排出制御システムなど、にとっては追い風なのではないでしょうか。ですが、心配なニュースがあります。サウスカロライナ、ノースカロライナ、ジョージア、フロリダ、テネシー、バージニア州で、大きな被害を出した、ハリケーンの影響を少なからず受けているのではないでしょうか。日本では、地震に台風、アメリカではハリケーン、天災には勝てません。さて、インジェビティの現状、課題、復活の施策まで、見てきました。皆さんは、インジェビティが今後、どのような道をたどるのか、興味を持っていただけましたでしょうか。現在の株価は、2020年コロナ禍レベルの、安値圏になっています。短期目線では、まだ下値を割っていくのではないかと、個人的には思っていますが、長期的に見れば、上がっていく可能性がある、と期待しています。今回の動画はここまでになります。ご清聴いただきありがとうございました。これからも、私の保有銘柄の騰落状況、米国個別株の情報をまとめて、動画にしたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。では、また。